はい。はい、皆さん。はい、こんにちは。ということですね。はい、それでは、ダニエル大学講義を始めさせていただきたいと思います。前回はですね、入学式ということで、皆さんと共に、学んでいきましょうということですね、入学式の動画を上げたんですが、今回はですね、2本目の動画ということで、今日からダニエル大学の講義が始まります。皆さん、肉食ってますか？今回のテーマはですね、ズバリ肉ということですね、お腹がすく講義となるかなと思うんですけどもね、お腹が空きながらも講義を聞いてほしいなと思います。まず皆さん、肉を食べるメリットって何だと思いますか？タンパク質とかいろいろ聞こえてきますけども、はい、そうなんですね。まず肉を食べるメリットの1つ目です。1つ目ですね。1つ目は高品質なタンパク質ということですね。肉はですね、アミノ酸を含む高品質なタンパク質がですね、含まれていまして、筋肉の成長だったりとか、修復、免疫機能のサポートっていうものですね、が行われているということですね。2つ目は鉄分の補給ですね。鉄分大事ですね。皆さん、鉄分が、貧血とかね、なると本当に大変なので、僕もですね、一回、僕入学式は日本武道館で行ったんですけども、貧血で日本武道館など武道館という経験がありますので、皆さんも本当に鉄分ね、取るようにしてください。はい。鉄分がね、足りてないと、イライラしやすくなったりだとか、ちょっと鬱っていうか、精神的な疾患とかにもつながったりはしますので、鉄分を取るようにしてください。鉄分の補給ですね。はい。肉、特に赤身の肉はですね、ヘム鉄を豊富に含んでいるということですね。ヘム鉄は体内での吸収率が高くですね、今言いました通り、貧血の予防に役立つと言われています。今は本当にサプリメントとかが一般に流通されてると思うんですけども、サプリメントもいいんですけど、サプリメントじゃなくて食事から栄養をとっていくように皆さんしていければいいんじゃないかなと思いますね。鉄分の補給とですね、赤身の肉はですね、ヘム鉄を豊富に含んでますので、ヘム鉄はですね、体内での吸収率が高くですね、はい、貧血の予防に役立つと言われていますので、皆さんね、貧血になりたい人は鉄分のサプリもいいんですけど、食事から栄養を取るという面で肉を食べてみてはどうでしょうか。ということで、3番です。ビタミン B 群の摂取ですね。はい、皆さん、ビタミン B 群の摂取。皆さんがよく聞くのはビタミン C、レモンとか、なんかそういう果物にはよくビタミン C が含まれてて、ビタミン C はお肌の調子を整えるなんかとか言われてますけども、ビタミン B 群の摂取ということですね。肉にはビタミン B12 やビタミン B6 が含まれていまして、これらはですね、エネルギーの代謝や神経機能の維持に重要です。ちょっとお肌の調子が最近良くないわって方はですね、ビタミン B 群取ってみるとお肌の調子が良くなるんじゃないでしょうかということですね。次は亜鉛とセレンの補給ということですね。亜鉛といえばオナニーということですね。精子っていう皆さんのね、白いネバネバとした精子というものがありますね。精子には亜鉛がいっぱい含まれているということですね。はい、皆さんもしこるとき、この精子、今俺が出した精子には亜鉛が含まれてるんだなんてね、思うといいんじゃないでしょうかということですね。はい、亜鉛とセレンの補給ということですね。肉には亜鉛やセレンなどのミネラルが含まれている。これらは免疫機能や抗酸化作用の維持に重要です。5つ目です。肉を食べるメリットすごいありますね。5つもありますね。はい、満腹感ということですね。肉は消化が遅く、長時間満腹感を維持させるため、食事の満足感が得られやすいですということですね。はい、野菜を食うより肉を食えということですね。そういうことなんですね。ただしですね。はい。メリットだけではないですね。デメリットもあるんですね。はい。メリットだけかと思いきやデメリットもあるんですね。過剰な肉の摂取とか、加工肉の多い摂取加工肉というのは、例えばベーコンとかソーセージとかですね。はい、ソーセージといえばチンポということですね。はい、ソーセージとかベーコン、ね、加工肉の多い食生活っていうのはですね、やっぱりですね、健康的リスクをなりますね。はい、なので、やっぱりバランスの取れた食事っていうのは大事なんですけど、バランスの取れた食事って言ってもですね、極端に野菜しか食べないとか、ご飯しか食べないとか、はたまた今言ったように肉しか食べないっていうのはですね、体に悪いので、ちゃんと一汁三菜ということで、野菜も食べるし、肉も食べるし、魚も食べるし、ご飯も食べるといった感じですね。5大栄養素をしっかりと取っていくっていうのは大事だと思います。はい、野菜だけに偏りすぎたりだとか、ね、特に今皆さんダイエットしたいから肉は食べないね、
野菜しか食べないっていう人いますけども、野菜ばっかり食べてるとやっぱり栄養が偏ってしまって、タンパク質も足りなくなっちゃうし、鉄分も足りなくなっちゃうし、ビタミン B も足りなくなっちゃうしってので、ちゃんと野菜も食べるけど肉も食べるって感じで栄養的なですね食生活をしてみてはいかがでしょうかということですね。はい。で肉を食べるデメリットですね、メリットだけでなくデメリットもあるので、ダニエル教授肉ばっかり食ってたら太りましたなんてね言われたら困るので、デメリットもちゃんと皆さんにお伝えしていこうのかなと思います。例えばですね、赤身肉や加工肉の過剰摂取、さっき赤身肉はですねヘム鉄を豊富に含んでいると言ったんですけども、これの過剰摂取はですね心筋管疾患ですね、いやがんのリスクを高める可能性があるということですね。はい。何事もやりすぎは良くないと言いますけども、はい、オナニーもやりすぎは良くないと言いますけども、はい、ですね、赤身肉や加工肉、ソーセージとかベーコンを食べ過ぎちゃうと、心血管疾患になっちゃったりとか、がんになっちゃって、ダニエル教授の言った通り肉めっちゃ食べたらがんになっちゃったってないことがないように、ご自身でセーブしながら食べていただければいいなと思います。はい。またですね、肉がですね、高脂肪、高コレステロールを含むことがありまして、これは肥満や代謝の問題につながりますね。はい、肉ばっかり食ってるとね、ブクブクと太っちゃいますのでね、コレステロール高いしですね、肉はもう高脂肪、コレステロールですのでですね、肉をバクバクですね、食べ過ぎちゃうともうお腹がベイマックスみたいになっちゃいますので、皆さん肉の食べ過ぎにはご注意をということです。はい。いろいろ今肉の、ことについて語っていきましたが、はい。ですね、肉をやっぱり食べないとタンパク質が不足しちゃったりだとか、鉄分の吸収効率が悪くなってしまったりだとか、あとですね、カルシウムが不足したりだとかね、昼ご飯はサラダだけっていう人とか結構多いと思うんですけど、ちょっとそれは栄養が語りすぎてると思うので、皆さんね、今言ったメリットとメリットをですね、肉のメリットを覚えておいて、そういえばダニエル教授肉食べるとこんないい効果があるって言ったな、でも食べ過ぎないようにしようっていうですね、ご自身の太らない範囲で肉を食べていただけるといいのではないかなと思います。はい、そうですね。最近はプロテインとかですね流行ってますよね。筋肉増強のために筋トレしてる人とか、例えばジムに通ってる人とかはもうプロテインを飲むとかね、筋トレ後は必ずプロテインしか勝たんみたいな感じで結構プロテイン飲む人もいるんですけど、プロテインもですね手軽に栄養が取れるっていう部分では、サプリメントもそうですけどもいいんですけども、やっぱり食事から栄養を取っていく、食べ物から栄養を取っていくっていうことはですね大事だと思うので、プロテインとかサプリメントに頼るのもいいんですけど、やっぱり食事だとどうしてもやっぱり栄養が取りきれないので、補助的な意味としてサプリメントとかプロテイン取るのはいいと思うんですけど、全くやっぱりサプリメントとかプロテインに全振りしちゃうっていうのはやっぱりちょっと栄養的にどうなのかなと思う部分があるので、皆さん食事はですね体を作る大事なものになりますので、皆さん1日3食しっかり食べるようにしましょう。はい。特にね朝ごはんとかちょっと食べたくないよって人いると思うんですけど、朝ごはんを食べることによって脳が活性化するんですね。朝ごはんを食べる人と食べない人の成績を比べた時に、食べる人の方が成績が高かったっていうですね、小学5年生の学力調査の結果みたいなのが、前に見たことがあるんですけども、そういうデータもあるので、皆さん肉食べない人って頭悪いと思うんですよってことですね。はい、ちゃんと朝食もしっかり食べるようにしましょう。はい。でですね、肉に関して今語ったんですけども、野菜しか食べないみたいなね、やっぱりその環境的な要因とかもあるので、環境的な要因からやっぱり動物虐待だとか、肉を食べるっていうことは牛さんの命をいただいてる、牛さんを殺してるんだ、だから私は野菜しか食べないっていう思想の方もいらっしゃって、それぞれ皆さん思想を持つのはいいんですけど、日本国憲法はですね思想の自由というものが保障されてますので、自分の思想をですね他人に押し付けることがくれぐれもないように、そこだけ本当にね皆さん肉の問題ですね。はい。最近皆さん肉で問題になっていることがありますね。某大手焼肉屋のですね女性の半額問題ですね。あれちょっとおかしいんじゃないのっていうことでいろいろ SNS 界隈やいろんな界隈で話題になってる問題なんですけども、
これはですねやっぱりフェミニズムっていうものと関連するのではないかなと思いまして、いろいろフェミニズムについてもやっぱりダニエル大学なので、やっぱりそのフェミニズムはある意味では社会学的な問題になるとは思うんですけども、まずフェミニズムって何ぞやっていうことですね。フェミニズムはですね、性別に基づく平等や性別差別を解消し男女平等を推進する運動ですが、男女排除というですね誤解が生じることがありますということですね。よくフェミニズムっていうのはですね、男性はなんかあんまり重視されないんですね。なんか女性ばっかりみたいなところがあるんですけども、フェミニズムって皆さん聞いたことある人は多いと思うんですけど、実際にどういう問題なのっていうのはなんか皆さんあんまりなんか分かんないですよね。僕も分かんないです。はい。でなんですけど、今言ったように生物に基づく不平等や差別を解消し男女平等を推進する運動。男女平等を推進する運動って言ってもね、女性半額って男女平等の推進みたいななりますよね。ですね、フェミニズムの多くの流派や活動は以下の点を重視していますということで、フェミニズム一部のフェミニズムの、流派はですね、女性だけが良ければいいんだみたいな感じの方、そういう流派が、いるらしいんですけども、そうですね、やっぱり男女平等の推進ということですね。フェミニズムはですね、男女平等を目指しておりまして、男性だけを排除するんだけでなくて、全ての生物が平等な機会と権利を享受できるような社会を目指していますということですね。フェミニズムの目的は女性の権利を向上させることで社会全体の不平等を解消するということですね。もともとやっぱり女性の、権利というものはですね、やっぱり歴史的にやっぱり虐げられてきた過去があるということで、女性の地位向上、権利向上、頑張っていこうよということですね。そういう意味があるんですね。はい。で、フェミニズムって男性も対象なの？よくなんかフェミニズムはなんか女性だけだぜみたいな、なんかそういう風潮があるんですけども、フェミニズムは男性が直面する問題や圧力についても関心を持っていますですね。例えばなんか男性の育児休暇の取得とか、それもやっぱりフェミニズム的な問題なのかなって思いますね。なんか育児休暇は女性が取るもので、なんか男性が取るのはみたいな、なんかそういう風ななんか傾向がやっぱりなんかあるなって僕はすごい生活してて思うので、別に男性も育児休暇取ってもいいんじゃないって思うので、育児休暇は女性が取るものみたいな、男性が育児休暇取るのはなんかねみたいな、なんかそういうのがありますけどね。フェミニズムは女性だけが対象じゃなくて男女平等ですから、男性も女性も対象なんだよっていうことですね。はい。包括的アプローチっていうことですね。現代のフェミニズムは全ての人々、性別や性自認に関係なく平等を推進し、包括的なアプローチを取ることが多いです。最近やっぱ LGBT とか性的少数者の問題も話題になってますので、はい、話題になってますよね。はい、ですね。対話の推進ということですね。フェミニズムの中では対話を重視し、異なる意見や視点を尊重する視点を持つものもありますということですね。男性や他の性別の視点を含むことでより、高位な理解と解決策を見つけようとする取り組みも行われていますということでですね。フェミニズムってどういうものなんだっていうことですね。はい。某大手焼肉屋さんの女性の半額の問題が今話題になってますけども、その問題もちょっと気になったので、今回肉っていう関連で焼肉屋さんということで取り上げさせていただきました。はい。フェミニズムについてはですね、まだまだ僕も知識が不足してますので、ダニエル教授のくせに知識もねえのかって言うんですけども、僕は最初にも言った通り今ですね、教育学部に在籍して学んでる身なので、僕はまだ教授としては未熟者です。ですけども、こういうふうに講義をする中で、皆さんと共に学んでいきたいという思いがあります。こういうふうに講義の準備をする中で、こういう社会問題もあったんだっていうのを僕は学んでいきたいなと思うので、皆さんと共に学ぶっていうことを大事にしたいと思います。なんか今回もですね、肉のことやフェミニズムのことについて取り上げて、ちょっとダニエル教授間違ってるよ、ダニエル教授おかしいよ、ダニエル教授偏ってるよっていう意見もあるんですけども、ちょっと僕もまだまだ未熟者ですので、それはちょっと申し訳ないなと思っているんですけども、皆さんと共に学んでいけたらなと思います。はい、ということで第3回目の講義はお楽しみということですね。また第3回目の講義も楽しみに
していてください。ちょっと皆さん、今回、講義ちょっと聞いてて嫌な思いした方もいらっしゃると思うんですけども、僕もすみません、まだまだ知識が浅いものなので、フェミニズムについて、僕もいろんな論文だったりだとか、いろんな本を読んで、知識を深めていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。すみません、未熟者ですが、皆さんと共に学んでいきたいというですね、意欲がありますので、皆さん共に学んでいきましょうということですね。はい、気をつけレイということですね。はい、ありがとうございました。